救急車を呼べ。連絡した。産業医は呼びに行った。建設現場は騒然としていた。足場が崩落し、女性作業員が10メートルの高さから落下したのだ。この出血と呼吸の状態、これは難しいかもしれない。産業医の言葉に現場の空気が凍りついた。その瞬間、俺はみんなを押しのけて前に出た。失礼します。彼女のそばに膝をついて動向を確認し、頸動脈の脈拍をチェックする。気胸の可能性があります。そして、頭部外傷による硬膜外血腫が疑われます。君は何を？周囲の疑いの目が突き刺さる。毎日汗を流して資材を運んでいた男が、なぜ医学的な診断ができるのか。病院に到着すると、救急科の主任医師が厳しい表情で言った。脳外科医が来るのは40分後。この状態では手遅れになる可能性があります。その言葉に、俺は決断した。40分で救ってみせます。何？あなたが？1階の建設作業員が？主任医師は明らかに戸惑っていた。見知らぬ作業着姿の男に重篤な患者の手術を任せるなどありえないことだった。彼女の命が危ない。このままでは脳にダメージが残ります。あなたが有能だとしても当院の手続きでは。時間がありません。俺の声は驚くほど冷静だった。誰も知らなかった俺の過去。なぜこの建設現場にいるのか。隠された真実。それを伝えると、医師たちの表情が一変した。本当にできるのか？主任医師の問いに、俺はただ静かにうなずいた。手術室に入ると、体が自然と動き出す。メスを握る手に迷いはない。周囲のスタッフは最初こそ戸惑ったが、俺の冷静な指示と的確な主義に、次第に驚きの表情を浮かべ始めた。信じられない。この人は一体。看護師長の小さなつぶやきが聞こえた。なぜ俺がこの現場にいたのか。彼女との出会いが何をもたらすのか。手術室のモニターが鳴り響く中、隠された過去と未来への一歩が今、交錯しようとしていた。俺の名前は北条蓮。桜建設の若手社員だ。現場で資材運びや簡単な点検作業をしている。今日も朝から汗をかきながらコンクリートブロックを運んでいた。真夏の太陽が照りつける工事現場はアスファルトからの照り返しも相まって、まるで蒸し風呂のようだ。北条くん、休憩しなよ。もう2時間も動きっぱなしだよ。先輩がそう声をかけてくれるが、俺はタオルで汗を拭きながら答えた。いえ、まだ大丈夫です。この作業が終わったら休憩いただきますね。頑張るね。そういえば北条くんは大卒だよね。大学出ててここに配属されるなんて珍しいよね。先輩は首をかしげながら言った。力仕事も悪くないって思うんです。この仕事楽しいですし。そう言って微笑んだ。実際、体を動かす仕事は悪くなかった。一日の終わりには、今日も頑張ったと、心地よい疲労感が訪れるのだ。北条さん、いつも真面目ですね。振り返ると、真柴亜紀さんが水筒を持って立っていた。彼女は、俺と同じ現場監督の下で働く入社2年目の社員だ。細身の体からは想像できないほど、現場仕事を器用にこなす。真柴さん、おはようございます。もう昼ですよ。彼女は笑いながら言った。水足りてますか？この暑さだとすぐになくなっちゃいますよね。ああ、ありがとうございます。アキさんは周囲の社員にも水を配りながらテキパキと動いていた。彼女は建設の仕事に誇りを持っているようで、いつも生き生きとしている。製図の技術も高く、将来は設計部門に移動するという噂もあった。北条さんって本当に几帳面ですよね。資材置き場もいつも整理されてますし、他の人が適当に置いたものまできちんと片付けてるの知ってます。アキさんが言った。そうですか？気づいたら直す癖があるだけです。謙遜しなくていいですよ。みんな北条さんのこと頼りにしてますから。彼女の言葉に少し照れくさくなった。褒められて悪い気はしない。そんな会話があり、昼休憩後、アキさんが一人で大きな工具箱を抱えて運んでいるのが見えた。明らかに彼女の体格に対して重すぎる。足元がおぼつかなくなり、つまずきそうになる。とっさに、俺は彼女の元に駆け寄った。大丈夫ですか？
はい。アキさんは驚いた顔をしている。一緒に持ちましょう。どこに運べばいいですか？そう言って、工具箱の片側を持った。あっちの資材置き場です。運び終えた後、アキさんがお礼を言ってくれた。さっきはありがとうございました。いえ、当然のことをしただけです。そんなことがあった日の夕方、俺は建設現場で作業報告書を書いていた。黙々と数字を拾い、表に埋めていく。単調な作業だが、この正確さが現場の安全を支えていると思うと、手を抜くわけにはいかない。お疲れ様です、北条さん。まだ残ってたんですね。アキさんが事務所に入ってきた。腕には書類の束を抱えている。ああ、アキさんも、今日は遅いんですね。はい、明日の段取りの資料を作っていたら、時間を忘れちゃって。彼女は隣の席に座り、書類を広げ始めた。俺は横目で彼女の様子を伺った。少し疲れた表情で肩を落としている。何かあったんですか？アキさんは少し驚いたように顔を上げ、それから小さくため息をついた。いえ、大したことじゃないんです。ちょっと家計のやりくりが難しくて。生活費ということですか？はい。うちの両親二人とも具合が悪くて、地方に住んでるんですけど、毎月仕送りしてるんです。それで自分の生活が少し。アキさんは言葉を切った。無理に笑顔を作ろうとしている。すみません、こんな話。いえ、大変ですね。北条さんのご家族は？健康ですが、最近父とはうまくいっておらず。そうなんですね。アキさんはそう言って、また書類に目を落とした。俺は何か言葉をかけたいと思ったが、適切な言葉が見つからなかった。翌日の午前中、本社からの視察があるとの連絡が入った。現場は急に慌ただしくなり、俺たちは資材置き場や工事エリアの整理に追われた。そうして昼過ぎ、本社の役員たちが現場に到着した。先頭を歩くのは赤峰部長だ。背が高く、威圧感のある男性で、現場監督たちが緊張した面持ちで迎えている。現場の進捗は予定通りか？赤峰部長の声は冷たく、尖っていた。現場監督の田中さんが資料を手に説明を始めたが、赤峰部長はその説明の途中で何度も口を挟んだ。もっと効率的な方法はないのか？それはなぜだ？その対策では不十分だろう。質問というより、詰問だった。田中さんは懸命に答えるが、赤峰部長は明らかに不満そうな顔をしている。こんなペースでは納期に間に合わないぞ。お前の管理能力が足りないんじゃないか？周囲の空気が凍りついた。田中さんは言葉に詰まり、うつむいてしまう。見ていて居心地が悪かった。確かに現場には改善点はあるが、人前でそこまで言うことなのか？俺は違和感を覚えた。その視察から2日後、現場事務所での会議で、再び赤峰部長の姿があった。部長は現場の進捗状況を聞きながら、次々と厳しい意見を投げかけていた。このコスト計算は甘すぎる。やり直しだ。これでプロを名乗れるのか？会議室の空気は重く、誰も反論できずにいた。部長の言葉が飛び交うたびに、担当者たちの肩はますます落ちていく。この部材、どうしてこの業者なんだ？もっと安いところがあるはずだ。探してないんじゃないのか？いえ、相見積もりも取りまして、一応。お前は常に2番手3番手を探す程度で満足してるんだろう。こんな高い見積もりしか出せないなら、お前の仕事は誰にでもできるんじゃないのか？担当者は唇を噛み締めて言葉に詰まる。赤峰部長は容赦なく書類をテーブルに叩きつけた。まったく、この程度の調査しかできないで、どの口がプロジェクト完遂なんて言うんだ？お前らにはプライドがないのか？周囲はしんと静まり返り、誰も目を合わせようとしない。赤峰部長は満足したように冷笑を浮かべ、次々に担当者を指名し、質問というよりは、糾弾を繰り返した。お前、現場の管理責任者だろう。スケジュールが3日遅れてるのはどういうことだ？雨が降れば遅れるなんて、小学生でも言える言い訳だ。対策を立てないお前が悪いんだろう。そうは言っても、前例のない集中豪雨で。言い訳をするな。お前の管理が甘いから遅れてるってことだろ。自分の無能を天気のせいにしてんじゃねえよ。担当者は悔しそうに目を伏せる。周囲の社員たちも
自分が指名されないかと身を縮めていた。部長の視線がどこに向けられるかわからない。そんな恐怖が会議室を支配している。会議が終わりかけた時、アキさんが小さな声で発言した。赤峰部長、すみません。この資材調達の件なんですけど、もう少し納期に余裕を持たせていただけないでしょうか。現場の状況を考えると。部長はアキさんの言葉を遮るように冷たい視線を向けた。君は入社何年目だ？ 2 年目です。2年目の社員がこんな場で口を挟むとはね。相変わらず生意気だな。でなんだ、納期を伸ばしてほしい。素人でも思いつく発想だ。アキさんは顔をこわばらせつつも、なんとか言葉をつなごうとする。いえ、現場の安全を考えますと、これ以上の無理は危険かと。君に何がわかる？現場の安全、寝言は寝て言え。むしろ君が甘ったれた考えだから、現場がだれるんだろう。さっさと座れ。赤峰部長の冷たい視線と言葉は、まるで蛇が獲物を狙うかのように、アキさんを貫く。彼女は言葉を失い、ただ、無理やり押し黙らされるしかなかった。まったく、こんな程度でプロを名乗るのは少子だ。現場では1分1秒が勝負だってことが分かってない。コストもスケジュールも完璧に管理できないなら、所詮三流だ。部長が締めくくるように吐き捨てた瞬間、会議室の空気は凍りついた。責任者たちの顔には怒りと悔しさが入り混じっているものの、誰も部長に歯向かうことはできない。重苦しい沈黙の中、会議は無理やり終了を宣言され、社員たちはみんなうなだれたまま部屋を後にした。会議後、廊下でアキさんとすれ違った。彼女の目は少し赤く、肩を落としていた。大丈夫ですか？声をかけると、アキさんは驚いたように顔を上げた。あ、北条さん。はい、大丈夫です。彼女は無理に笑顔を作っていた。その姿を見て、俺は何か言わなければと思った。アキさんの意見正しいと思います。資材納期は確かに厳しいです。アキさんは少し驚いた表情をした後、小さくうなずいた。ありがとうございます。でも、部長の言う通り、私がまだ経験不足なだけかもしれません。そんなことはないです。アキさんは現場のことをよく見ていますよ。アキさんは少し照れたように笑った。その笑顔を見て少しだけ安心した。北条さんっていつも冷静に見てますよね。その言葉は俺の視野を評価してくれているのか、それとも俯瞰している俺を無自覚に非難しているのかわからなかった。数日後、現場事務所で残業していると赤峰部長とアキさんの声が聞こえてきた。残業している人は俺たち以外にはいないはずだった。マーシーバ、今日は時間あるか？一杯どうだ？赤峰部長の声は妙に柔らかい。一方で、アキさんの声は少し緊張していた。すみません。今日は資料の整理があって。そんなもの明日でいいだろう。今度の新規プロジェクト、お前を特別に参加させてやってもいいんだぞ。若手には滅多にないチャンスだ。部長の言葉には明らかな含みがあった。俺は思わず耳をそば立てた。ありがとうございます。でも、仕事をしっかり終わらせることが先決だと思いますので。アキさんの断り方は丁寧だったが、はっきりとしていた。すると、部長の声のトーンが変わる。マーシバー、君はまだ若いからわからないのかもしれないが、チャンスというのは、逃すと二度と来ないものだぞ。特に君のような女性の立場なら。ご忠告ありがとうございます。でも、今日は本当に。わかったわかった。だが、次のプロジェクト配属は、実力だけでは決まらないこともあると覚えておくといい。そう言い残して、部長の足音が遠ざかっていった。しばらくして、小さなため息が聞こえた。俺は思わず立ち上がり、廊下に出た。そこには、壁に寄りかかるアキさんの姿があった。彼女は驚いたように顔を上げた。その表情には、疲れと不安が浮かんでいた。北条さん、聞いてました。はい、少し。正直に答えると、アキさんは苦笑した。そうですか。恥ずかしいです。恥ずかしいのは部長の方ですよ。思わず言葉が出た。アキさんは驚いたように俺を見た。部長はいつもああなんですか？アキさんは少しためらった後、小さくうなずいた。
最近よく声をかけられるんです。でも、私にはそういう気持ちはないですし。彼女の言葉は途切れがちだった。明らかに居心地が悪そうだ。大丈夫ですか？何かあったら、言いかけて、俺は言葉を飲み込んだ。何かあったら、俺に何ができるというのか。現実的に考えれば、部長に盾つくような真似はできない。それに、アキさんの評価にも関わる。簡単には動けない。ありがとうございます、北条さん。でも大丈夫です。私、自分のことは自分で守れますから。アキさんの声には決意が感じられた。だが、その決意の裏にある不安も俺には見えた。わかりました。でも何かあったら、いや、ある前に絶対に言ってください。少なくとも、それだけは言っておきたかった。そして、この機会に少し、彼女と話してみたいと思った。アキさんはどうしてこの仕事を選んだんですか？作業の合間に何気なく尋ねてみた。アキさんは手を止め、少し遠くを見つめた。祖父の影響が大きいんです。おじいさん。はい。祖父は地元で大工をしていたんです。小さい頃、よく祖父の仕事場に連れて行ってもらって、木の匂いとか、カンナの音とか、今でも覚えています。彼女の表情が柔らかくなった。思い出の中の祖父との時間が、彼女にとって大切なものだったことが伝わってきた。祖父が最後に手掛けた建物が、私の地元の公民館なんです。昔は古い木造の建物だったんですけど、祖父はその味わいを生かしながら、耐震補強やバリアフリー化をして、地域の人が安心して集まれる場所に改修したんです。小さい頃から夏祭りや餅つき大会なんかもいつもそこで行われていました。私も駆け回って遊んで、そこで育ったようなものなんです。彼女の瞳には懐かしさと誇りが同時に宿っているようだった。祖父が亡くなる直前に、この公民館はみんなが集まって笑顔になれる場所であり続ける。それこそが建物の本当の価値なんだって言っていたんです。その言葉を聞いたとき、ただの箱じゃなくて、人の心を支える空間を作るのが祖父の誇りなんだってようやく理解できて、言葉の端々が震えている。それからしばらくして、公民館の老朽部分をまた改修する機会があって、何度も現場を見に行ったんです。職人さんや設計の人が集まって、どうすれば地域の人がもっと快適に使えるかを真剣に議論しているのを見て、まるで祖父の思いが今の技術者たちに受け継がれているように感じたんです。アキさんの声には強い感動がにじみ出ている。それで、私もこの人たちみたいに人の心を支える空間を生み出したいって自然と思うようになりました。祖父の残した建物が今でも地元の人たちの思い出を作り続けているのを見て、私もそういう仕事がしたいんだって。彼女は目を伏せながらそっと微笑んだ。祖父から受け継いだ思いと公民館という人が笑顔になれる場所が彼女の中で確かな原動力となっているのが伝わってくる。そうだったんですね。俺が感心して声を漏らすと、彼女は少し寂しそうに笑った。それに、今は両親の医療費もかかるし、この仕事ならしっかり稼いで両親を楽にしてあげられると思ったんです。アキさんは少し遠くを見つめるように目を伏せ、言葉を続ける。父は数年前に脳梗塞で倒れてからリハビリが必要で、母も持病の悪化で入退院を繰り返してて、二人とも働けない状態だから、私が仕送りしないと生活が成り立たなくて。小さなため息が彼女の唇から漏れる。月末になると、いつもギリギリなんです。実は、最近は外食をほとんどしないようにしてて、社食なら安く済むし、飲み会のお誘いも断ることが多いです。彼女の表情には少しだけ申し訳なさが浮かんでいた。本当は、もっといろいろ挑戦したり、勉強したりしたいんですけど、両親の介護費用とか、薬代とか、思いもよらない出費が重なるから、それでもこの仕事は残業代がしっかり出ますし、資格を取れば手当もつく。そうすれば、両親にも十分なお金を送れて、自分も成長できるって思って。そうだったんですか。俺は声のかけ方がわからず、ただうなずくだけだった。彼女が笑顔で働いている裏で、こんなにも一生懸命に家計を切り盛りしているなんて、想像もしていなかった。すみません、こんな話。アキさんは恥ずかしそうに言葉を途切れさせた。いえ、
話してくれてありがとうございます。大変な状況でも前を向いて頑張ってるんですね、アキさん。彼女は小さく微笑んだ。その笑顔の奥にあるやりくりの苦労や気丈な強さが痛いほど伝わってきて胸が締め付けられた。アキさんの言葉には重みがあった。単なる就職先ではなく、家族を支えるための、そして自分の夢を叶えるための選択だったんだ。私、設計部門に行きたいんです。いつか自分で設計した建物を両親に見せたくて。彼女の目はまっすぐ前を見ていた。その瞳には強い意志が宿っていた。俺は思わず感心してしまう。アキさんには明確な目標があるんだ。北条さんはどうしてこの仕事を？突然の質問に俺は少し戸惑った。俺は単純に形に残る仕事がしたかったんです。それだけです。アキさんは少し驚いたように俺を見た後、優しく微笑んだ。素敵な理由だと思います。建物は何十年も残りますからね。こんな単純な理由を素敵だと言ってくれる彼女の優しさに心が動いた。真柴さん、大変なことがあっても頑張ってください。俺もできることはします。アキさんは少し驚いたように俺を見た後、柔らかな笑顔を見せた。ありがとうございます。北条さんがそう言ってくれると心強いです。その瞬間、俺の中で何かが変わった。アキさんのひたむきな姿、そして彼女の背負っているものの重さを知って、ただ見ているだけでは済まされない気持ちが強くなった。彼女は本当に一生懸命だ。家族のために、自分の夢のために、そんな彼女が不当な扱いを受けるのをただ見ているだけでいいのか。俺は資材を運びながら頭の中で様々な可能性を考えていた。まだ具体的な答えは見つからないが、一つだけ確かなことがある。アキさんを一人で戦わせるわけにはいかない。それから1週間が過ぎた。現場の空気は日に日に重くなっていた。赤峰部長の訪問が増え、彼が姿を現すたびに全員の表情がこわばるのが見て取れた。その日の朝礼で赤峰部長は厳しい表情で現場全体を見渡した。予定より3日遅れている。このままでは後期に間に合わない。部長の声は冷たく、現場監督の田中さんは小さく頭を下げた。申し訳ありません。昨日の雨で作業が。言い訳はいい。挽回案を出せ。田中さんは資料を広げ説明を始めた。そこに赤峰部長が口を挟む。東側の鉄骨フレームだが、今日中に点検を終わらせろ。その言葉に田中さんは明らかに動揺した。東側ですか？あそこはまだ足場が完全ではないですし、安全確認が。だから点検しろと言っているんだ。部長の声は不機嫌さを増していた。周囲の社員たちは息を潜めている。わかりました。担当を。真柴を使え。突然、アキさんが指名され、みんな驚く。東側エリアは最も危険な場所だった。鉄骨フレームの設置が終わったばかりで、足場も完全ではない。通常は経験を積んだベテランが担当する場所だ。真柴さんはまだ経験が。田中さんの言葉を部長は冷たく遮った。彼女は自ら設計部門に行きたいと言っている。構造の基本を理解したいなら、これくらいの経験は必要だろう。アキさんの顔がこわばった。部長はわざと彼女の弱みを使っている。設計部門への移動を目指していることを皮肉に利用したのだ。私やります。アキさんの声は意外にも強かった。田中さんは心配そうに彼女を見た。真柴さん、無理はしなくていい。大丈夫です。しっかり確認します。赤峰部長は勝ち誇ったような表情で、アキさんに短くうなずいた。よし、では今日中に終わらせろ。部長が去った後、周囲の社員から心配の声が上がった。大丈夫なのか？あそこはまだ足場が完全じゃないぞ。1日で点検なんて、スケジュール的にも無理があるんじゃないか？アキさんはみんなに笑顔で答えていたが、その表情には緊張が見えた。俺は黙って聞いていた。明らかにおかしい指示だ。通常なら複数人で行う点検を経験の浅い社員一人に任せる。しかも足場が不完全な場所をせかすように1日で終わらせろという。これは単なる業務指示ではなく嫌がらせに近い。アキさんが準備を始める姿を見て、俺は彼女に近づいた。本当に大丈夫ですか？彼女は不安そうに俺を見上げた。安全ベルトを装着する手つきにも不安が見えた。
北条さん。はい、大丈夫です。無理はしないでください。危険を感じたらすぐに降りてきてください。アキさんは少し戸惑ったように俺を見た後、小さくうなずいた。昼過ぎ、東側から作業員の悲鳴が聞こえた。落ちる真柴さんが。その声に俺は反射的に走り出していた。心臓が激しく鼓動し、頭の中が真っ白になる。まさか本当に。現場に着くと足場の一部が崩落し、アキさんが高さ10メートルほどの場所から落下したところだった。幸い安全ベルトが一部を受け止めていたが、それも完全ではなく、彼女は鉄骨フレームに激しくぶつかりながら落ちたようだった。アキさん。俺は彼女に駆け寄った。アキさんは地面に横たわり、苦しそうに呼吸していた。右腕は明らかに不自然な角度に曲がり、頭部からは血が流れている。意識はあるようだが、はっきりしていない。周囲は騒然となっていた。救急車を呼べ。連絡した。産業医は呼びに行った。現場の社員たちは焦りと混乱の中にいた。アキさんの状態は明らかに深刻だった。呼吸は浅く、不規則で顔色も悪い。すぐに産業医の佐藤先生が駆けつけた。彼女はアキさんを素早く診察し、表情を曇らせた。これは、佐藤先生の声には迷いがあった。彼女は救急隊に電話で状況を説明しようとしているが、症状をうまく伝えられないようだった。この出血と呼吸の状態、これは難しいかもしれない。佐藤先生の言葉に現場の空気が凍りついた。アキさんの状態は刻一刻と悪化しているようだった。その瞬間、体が自然と動き始めた。失礼します。俺はみんなを押しのけ、アキさんのそばに膝をついた。まず、彼女の動向を確認し、頸動脈の脈拍をチェックする。次に胸部を軽く触診し、出血している頭部の傷を調べた。外傷性気胸の可能性があります。そして、頭部外傷による硬膜外血腫が疑われます。俺の声は驚くほど冷静だった。自分でも不思議なくらいに頭が冴えていた。まず、気道を確保します。佐藤先生、救急車が来るまでに血圧測定と、できれば点滴用の静脈ラインの確保をお願いします。俺は、アキさんの気道を確保するため、適切な体位に調整した。次に頭部からの出血に対処するため、清潔なガーゼで圧迫し、止血した。北条くん、どうして？佐藤先生の声には驚きが混じっていた。周囲の社員たちも唖然として俺を見ていた。彼女の呼吸が安定しません。胸腔内の圧力を下げる必要があります。俺は迷いなく、アキさんの胸部の処置を始めた。ポケットからペンを取り出し、ケースを外して中身を取り出した。次に消毒液で先端を素早く消毒し、適切な位置を確認した。緊張性気胸の疑いがあります。胸腔穿刺が必要です。佐藤先生は驚いた表情で尋ねた。北条くん、あなた医療従事者なの？はい、実は医師免許を持っています。その言葉に周囲から驚きの声が上がった。医師？北条くんが？冗談を言っている場合じゃない。いや、本当かもしれない。あの処置を見てみろ。俺は周囲の声を遮るようにはっきりと告げた。関東大学医学部卒業後、救急医として5年間勤務していました。医師免許は有効です。佐藤先生、協力をお願いします。佐藤先生は一瞬戸惑ったが、俺の真剣な表情と冷静な処置を見て、すぐに態度を切り替えた。わかりました。指示をください。まず血圧と脈拍を継続的に確認してください。それから、俺は的確な指示を出しながら、アキさんの応急処置を続けた。頭部の止血、気道の確保、そして、最も緊急を要する、胸腔内の圧力軽減のための栓死。周囲の作業員たちも最初の動揺から立ち直り、俺の指示に従って動き始めた。清潔なタオルを持ってくる者、日陰を作るために板を持ってくる者、救急車の誘導に向かう者、みんながアキさんを救うために動いていた。北条くん、救急車が到着したよ。救急隊員たちが駆け寄ってきた。俺は冷静にアキさんの状態と自分が行った処置を説明した。気胸と頭部外傷、右上腕骨折の疑いがあります。緊急の胸腔穿刺で、呼吸は一時的に安定していますが、至急病院での処置が必要です。救急隊長は俺の説明を聞き、迅速に行動を開始した。あなたが処置をされたのですね。
同乗していただけますか？もちろんです。救急車に乗り込み、アキさんのそばに座った。彼女の顔は青白く、呼吸はまだ安定していない。だが、最悪の事態からは少しだけ引き戻せたようだった。病院に到着すると、救急科の医師たちが待ち構えていた。待合室で結果を待つ間、俺の中で医師としての冷静さと、友人として、アキさんを心配する感情が入り混じっていた。そこに、救急科の主任医師が現れた。CT の結果が出ました。あなたの診断通り緊張性気胸と硬膜外血腫です。それに加えて、脾臓の損傷も見つかりました。早急に手術が必要ですが。主任医師の顔には焦りの色が見えた。実は今日、脳外科の当直医が急病で、最も近い脳外科医でも到着まで40分以上かかります。この硬膜外血腫の状態では、あと40分で脳へのダメージが取り返しのつかないことになる可能性があります。俺は、アキさんの CT 画像を見た。確かに深刻な状態だ。血腫が脳を圧迫し、このまま放置すれば命に関わる。脳外科医が来るのを待てないなら、私がやります。その言葉に、主任医師は驚いた顔をした。自分なら、40分で解凍と血腫除去が可能です。彼女を救えるチャンスがあります。あなたは脳外科の経験が。研修医時代に6ヶ月、救急医として、頭部外傷の緊急処置は何度も経験しています。今は現場作業員として働いていますが、医師としての技術は失っていません。主任医師は明らかに躊躇していた。見知らぬ医師に重篤な患者の手術を任せるなど、通常なら絶対にありえないことだ。あなたが有能な医師だとしても、当院の手続きでは。関東大学病院の緊急対応シミュレーションで指導医を務めていました。緊急時の対応プロトコルは熟知しています。主任医師の表情が変わった。関東大学病院は全国有数の救急医療センターで知られている。関東大の、あなたは佐野教授のもとで。はい、佐野先生の直属の弟子です。確認されたいなら、今すぐ佐野先生に連絡してください。主任医師の目に認識の光が灯った。佐野教授は救急医学会の権威で、この主任医師も知っているようだった。確認します。主任医師は急いで電話をかけた。短い会話の後、彼はうなずいた。佐野教授から直接推薦を受けました。特例として院長の承認も得ました。手術室を準備します。佐野教授の名前が緊急事態での特例措置を可能にしたのだ。主任医師は続けた。あなたのような医師が建設現場で働いているとは。しかし今はそれを問う時間はありません。彼女の命を救うためにご協力をお願いします。そうして手術が始まった。俺の手は一切震えなかった。アキさんの頭部を開き、血腫を除去するという緊迫した手術だったが、医師としての訓練と経験が体に染みついていた。一つ一つの動作が正確で無駄がなかった。手術室のスタッフたちも俺のリードに従い、完璧なチームワークで手術を進めていった。素晴らしい手技です。無意識なのだろう。手術を補助していた看護師長が小声で言った。その言葉に答える余裕はなく、ただ集中を続けた。予定通り40分以内で血腫の除去を完了し、頭蓋内の圧力を下げることに成功した。続いて、胸部と腹部の手術も行われた。俺はそちらも補助し、すべての処置が終わるまで、アキさんのそばを離れなかった。手術後、医師たちは俺に敬意を示した。見事な手術でした。北条さん、いや、北条先生。彼女は一命を取り留めました。俺はようやく緊張の糸が切れ、疲労が一気に押し寄せるのを感じた。だが、まだ安心はできない。ありがとうございます。しかし、まだ予断を許しません。後遺症の可能性が。主任医師は深刻な表情でうなずいた。おっしゃる通りです。脳へのダメージが広範囲に及んでいます。最善を尽くしましたが、意識が戻るかどうか、また戻ったとしても、高次脳機能障害や運動機能の障害が残る可能性は高いでしょう。その言葉に、俺の心が重く沈んだ。アキさんの命は救えたかもしれないが、彼女が以前のように笑顔で仕事に取り組む姿を見られるかどうかはわからない。今はただ、彼女の回復を祈るしかありませんね。主任医師の言葉に静かにうなずいた。手術から3日後、アキさんは ICU で厳重な管理のもと、ようやく意識を回復した。ベッドに横たわる彼女は、以前の姿からはかけ離れていた。
顔にはいくつもの痛々しい傷が残り、頭には包帯が巻かれ、点滴や様々な機器につながれている。それでも、モニターの電子音が規則的に鳴る中、アキさんはゆっくりとまぶたを開け、部屋を見回すと、俺の姿に気づいて小さく微笑んだ。北条さん。かすれた声で、彼女は何とか俺の名前を呼ぶ。アキさん、気づきましたか？無理しないでください。まだ、話さなくても大丈夫ですよ。ベッド脇に置かれた椅子に腰掛け、俺は彼女の手をそっと握った。アキさんはまだ意識が朦朧としているのか、ぼんやりと天井を見つめている。大丈夫。少し痛いけど、助けてくれてありがとう。かすかな声ながらも、俺に向けられる感謝の気持ちははっきりと伝わった。痛みはあると思います。でも、あなたは本当に頑張りました。手術は成功して、命に別状はないと医師が言っています。リハビリは必要ですが、時間をかけて少しずつ治していきましょう。そうですか。よかった。アキさんは安堵したのか、小さく微笑んだ後、軽く目を閉じる。意識が戻ったばかりで、体力も落ちているのだろう。無理に会話を続けるのは良くないと思い、俺は声を落として、そっと話を付け加えた。今日はもう休んでください。俺はまた来ますから。彼女はわずかにうなずき、再び静かな寝息を立て始めた。まだ完全には眠れていない様子だが、それでも痛みに耐えながら懸命に意識をつなぎ止めていたのだろう。少しでも休ませてあげたい。それからさらに数日後、アキさんは ICU から一般病棟への移動が許可された。とはいえ、まだ体の痛みも強く、歩行もままならない状態だ。その日、俺は病院の廊下で会社の同僚、田中さんとばったり会った。彼は神妙な面持ちで言葉を切り出す。北条くん、ちょっと話したいことがあるんだ。実は、真柴さんの労災申請の件で揉めてるって噂があってね。会社が対応すると思っていた労災が、どうもスムーズに進んでいないらしい。嫌な予感が胸をよぎる。どういうことですか？まだ、はっきりした話は出てないけど、本社の方針で本人の不注意を理由に認めない可能性があるなんて話がちらほら。赤嶺部長がいろいろ言ってるらしい。田中さんの話を聞くうちに、俺の中で怒りが湧き上がってくる。アキさんは部長の指示で危険な足場に上がったのに、どうして彼女個人の責任になるというのか。そうだ、アキさんはこのことをまだ知らない。しかも、今は怪我をして動けないどころか、不安定な状態だ。まだ彼女には言わないでください。今は治療に専念してほしい。わかった。俺も何かわかればすぐに知らせる。そう約束を交わし、田中さんと別れた。しかし、彼女に最悪の事態が待っていた。数日後、俺がアキさんの病室に行こうと廊下を急いでいると、病室のドアが少し開いていて、中から低く涙を飲み込むような声が聞こえてきた。胸に嫌な予感が走る。そんな、私どうしたら？震える声。明らかにアキさんだ。誰かと話している気配はない。ひょっとして電話かもしれない。俺はドアをそっとノックした。アキさん、入っていいですか？泣いている様子を見られたくないのか、少し間があってから、やっと返事が返ってきた。どうぞ。病室に入ると、アキさんはうつむいたまま、手にスマートフォンを握りしめていた。まぶたは赤く腫れていて、頬には涙の跡が残っている。アキさん、どうかしましたか？誰と話していたんです？会社じゃなくて、多分本社の人だと思います。人事部って名乗ってました。声が震えていて、今にも涙がまた溢れそうだった。俺は椅子に腰を下ろし、彼女と視線を合わせる。何かあったんですか？さっき電話がかかってきて。彼女は唇を噛み締めながら、懸命に言葉をつなごうとする。今回の事故は本人の不注意が原因だと判断される可能性が高い。だから、労災認定は難しい。そう言われました。一瞬、言葉の意味を理解できず、頭が真っ白になる。聞いてはいたが、まさか本当にその通りになるなんて、そんなバカな話があるか。俺が思わず拳を握りしめると、アキさんはスマホを握ったまま、ぐっと目を伏せて肩を震わせた。私、親の医療費も払わなきゃいけないし、この先の治療費やリハビリ代、どうやって。涙が一粒、二粒と落ちる。包帯で覆われた頭や腕につながれた点滴のチューブが痛々しく、そうでなくても
精神的に限界ギリギリの状態だろうに。会社に掛け合うって言ってくれたし、上の人たちがちゃんと動いてくれるって思ってたのに、急にこんな電話が来て、どうしろっていうの？彼女の声はほとんど泣きじゃくりに近く、感情の咳が切れてしまったかのようだ。足場が危険だと分かっていながらも、赤峰部長の理不尽な指示に従わざるを得なかった。そんな状況での事故を、なぜ本人の不注意などと言えるのか。アキさん泣かないで。いや、泣いてもいい。でもこれは絶対におかしい。あの日危険な箇所に行かせたのは誰なのか。何のために無理やり急がせたのか。全部はっきりさせましょう。絶対に放っておかないから。彼女はぐしゃぐしゃに濡れた目を伏せ、唇を震わせながら小さく首を振る。でも、部長の命令だったし、私が下手に口出しして、うまく立ち回れなかったから事故になったって言い張る人がいるみたいで。アキさんは言葉にならない声を漏らしていた。心の支えだった労災が認められないかもしれない事実は、彼女の未来を大きく揺るがす。治療費だけでなく、今後しばらく働けない期間の生活費も大きい。真柴さん。呼びかけても、彼女は弱々しく首を振るばかりだ。さっきまで張り詰めていた糸が切れたのだろう。静かに、でも止めどなく溢れる涙が彼女の方を伝っていた。しばらく俺はその涙が収まるのを待つしかなかった。力なくうなだれるアキさんの手をそっと握りしめ、どうにか言葉を探す。大丈夫。絶対に大丈夫だから。こんな理不尽なことを許されるわけがない。俺が動きます。きっと社長も黙ってないはずだ。彼女の肩はまだ震えているが、ほんの少しだけ安心したようにも見える。やがて、おえつまじりに彼女が小さくつぶやいた。ごめんなさい。仕事も迷惑かけて、こんなことに巻き込んでしまって。謝らないでください。誰だって事故に遭う可能性があるし、それを防ぐのが会社の責任なんです。だから、堂々としていればいい。俺たちが何とかしますから。アキさんは、それでも不安を抱えたままだろう。しかし、今は目の前で泣いている彼女を、俺が支えなければならない。手を握り返してくる彼女の指先は、まだ恐怖とショックで冷たいままだった。病院を出た俺は、タクシーを拾い、例の現場に向かった。赤峰部長は、あんなことがあったにもかかわらず、今日も現場で無茶な指示をしていると聞いている。到着すると、彼の姿はすぐに見つかった。赤峰部長、少しお時間よろしいでしょうか。部長は眉をつり上げ、不機嫌そうな表情を俺に向けた。なんだ、忙しいんだが。その言葉に、俺はまっすぐ、部長の目を見つめ、はっきりとした声で切り出した。真柴さんの労災申請についてです。なぜ申請が通らないのですか？あれか。残念だが書類に不備があってね。それに現場の安全管理規定を彼女自身が守らなかった可能性もある。慎重に調査中だ。その言葉に、俺の中の怒りがさらに膨れ上がった。しかし、理性は保たなければならない。部長、あの日の朝礼で、あなたが直接、真柴さんに東側フレームの点検を命じたことは、多くの社員が証言できます。命じただけだ。安全確保は彼女自身の責任だ。足場が不完全なことを田中監督が指摘したにもかかわらず、作業を急がせたのもあなたです。赤峰部長の表情が硬くなった。君は一体何が言いたいんだ？一般社員風情が管理職の決定に口を挟むとは、部をわきまえるべきだな。この男はまだ理解していない。俺が誰なのか、そしてこの場に何の覚悟を持って立っているのかを。部長、もう一度言います。労災申請を進めてください。断る。会社の方針は私が決める。いえ、あなたに決定権はありません。俺はポケットから社員証を取り出し、テーブルに置いた。そして、父からもらった特別な ID カードも並べた。私は、桜建設の社長、北条匠の息子です。部長の顔から血の気が引いた。何を言って。そして、次期社長候補として、今こうして現場で修行を積んでいます。部長は ID カードを手に取り、そこに記された情報を目で追った。社長直筆のサインと特別な社員。疑う余地はない。これは本物です。社長室へのアクセスも可能です。疑うのであれば、後ほど本社で使用してみますよ。部長の表情が恐怖に変わっていく。なぜ黙って。現場作業員として。部長の声は震えていた。俺は落ち着いた声で説明した。
俺は幼い頃から父の仕事をずっと見てきました。自分の目に映る父は会社の規模を拡大するため利益追求を最優先していました。思い出すたびに胸が締め付けられる記憶。小学生だった俺は父の会社の現場見学に行った日のことを鮮明に覚えている。俺は父の仕事に憧れていた。現場を訪れるたび、大きな建物が出来上がっていく様子に目を輝かせていた。お父さん、僕もこんな建物を作りたい。そう言った俺に、父は誇らしげに微笑んだ。だが、中学生になった頃、その景色が変わり始めた。ある日、現場で作業員が怪我をした。父は慌てて病院に向かった。その時、初めて目にした、父の冷たい表情。またか、今年の保険料が上がるな。その一言に、幼い俺の心に亀裂が入った。人が苦しんでいるのに、父の頭の中は数字だけ。それから俺は、父の仕事に疑問を持ち始めた。高校時代、進路を決める際に医師を選んだのは、その時の記憶が大きい。人の命を最優先する仕事がしたかったのだ。父は猛反対した。家業を継ぐべきだ、と。だが、俺の心は決まっていた。医学部に入り、一生懸命に勉強した。卒業後は、救急医として働き始め、多くの命と向き合った。その中で、建設現場からの患者も数多く見てきた。もう少し安全対策があれば、会社が無理な工期を押し付けなければ、そんな言葉を何度も聞いた。医師として患者を救うことに誇りを感じていたが、同時に無力感も抱えていた。目の前の命は救えても、原因そのものは変えられない。医師として一人の命を救うより、多くの命が危険にさらされる前に、そのシステムそのものを変える方が、もっと多くの人を救えるのではないか。父の会社に入る決意をしたとき、単に家業を継ぐためではなかった。状況を根本から変えるためだった。だが、トップから命令するだけでは何も変わらない。現場の実態を知らなければ、本当の改革はできない。医師時代も同じだった。病院長や管理職は表向き、患者第一と言いながら、裏では数字ばかり気にして、現場の医師や看護師を疲弊させる。上は下のことを知らず、下は上に本当のことを言えない。そんな環境では、何も良くならない。だから俺は決めた。現場から始めようと。自分の目で見て、自分の手で体験して、本当の問題点を見つけようと。それが、俺が現場作業員として入社した本当の理由だった。俺は目の前の赤嶺部長をまっすぐ見つめる。あなたは会社の理念を理解していますか？桜建設が何を大切にしているのか。部長は口を開きかけたが、何も言えずに黙ってしまった。この会社は、ただ建物を建てるだけの会社ではありません。安全で人々の命を守る建物を作り、そしてそれを作る人々の命も同様に大切にする会社なのです。これは単なる理想論ではなく、桜建設の存在意義そのものだ。現場の社員を苦しめる理不尽を見過ごすことができません。特に真柴さんのように情熱を持って働く社員が不当な扱いを受けることを。私が身分を明かしたのは会社の理念を守るため、そして何より現場で働く仲間たちを守るためです。一通り思いの丈を打ち明ける。そして周囲を見ると、現場のみんなが呆然と俺を見ていた。俺はみんなに向かって頭を下げる。今まで黙っていてすみませんでした。北条くん。北条さんが社長の息子だったなんて。医者だっていうのも驚きなのに。でも、あの真面目な働きぶりは嘘じゃなかったんだな。田中さんが俺の肩に手を置いた。その手のぬくもりに胸が熱くなる。確かに驚いたが、今までの君を見てきた俺たちには、君がどんな立場であろうと仲間だと思っているよ。田中さんの言葉に周りの社員たちもうなずいている。彼らの素直な受け入れ方に俺は安堵の息をついた。ありがとうございます。皆さんを欺くつもりはなかったんです。ただ現場を本当の意味で知りたかった。俺の言葉に作業員たちの表情が柔らかくなる。彼らは俺の真意を理解してくれたようだ。その時、俺の名前を呼ぶ声がした。レン！振り向くと、そこには父であり、社長の姿があった。周囲の空気が一変した。社員たちは緊張した面持ちで頭を下げる。桜建設の社長の威厳は、この場を一瞬で支配した。父さん、父は現場の社員たちを見渡し、それから再び俺に視線を戻した。
これは一体何事だ。父の声は厳しかったが、怒りというより困惑が混ざっていた。周囲の社員たちは固唾を飲んで見守っている。俺は、アキさんの事故のことから、赤峰部長が労災申請を渋っていることまで、かいつまんで説明した。さすがの赤峰部長も、口を挟めない様子である。父は、一通り聞くと、深くうなずいた。お前が医者になりたいと言った時は反対した。家業を継いで欲しかったからだ。だがお前は聞く耳を持たなかった。なのに医師免許を取得したと思ったら、今度は現場作業員として雇ってくれなんて言って、どうなることかと思ったが。父は深いため息をついた。俺はその言葉の重みをじっと聞いていた。今や現場の多くの社員もこの場に集まっていて、どこか気まずそうに見守っている。父さん、俺は、言いかけた瞬間、田中さんがこちらに一歩歩み寄り、思い切った様子で口を開いた。社長、失礼します。俺たちずっと北条くんを、ただの現場作業員だと思って一緒に働いてきました。まさか、社長のご子息だなんて、今日聞くまで全く知りませんでしたよ。田中さんの言葉に、周囲の作業員たちもうんうんとうなずく。誰もが、北条さんが社長の息子だったなんて信じられないといった表情である。でも、身分を隠してたとか、そういうことより、北条くんは本当に俺たちをよく助けてくれました。むしろ、誰よりも率先して汚れ仕事をやってくれたし、危険な場所の確認も一緒に回ってくれた。若い作業員の一人が声を上げる。足場が崩れかけてるのを北条さんが見つけてくれた時は本当に助かりました。危うく大事故になるとこでした。しかもその後、上に報告しようって一緒に動いてくれたんです。そこに続くように別の作業員がさらに言葉を重ねる。そうそう。あの赤峰部長が理不尽な指示を出してくるじゃないですか。だけど北条さん、全然ひるまずに、それは現場が危険ですってはっきり言ってくれて、俺たちびっくりしましたよ。てっきり彼も上側の人間かと思ったら、そうじゃなかった。むしろ、俺たちと同じ目線に立ってくれる人でした。彼らの言葉には、嘘偽りのない熱がある。まさか、ここまで、そのままの俺を評価してくれていたとは、少し照れくさい気持ちもあったが、嬉しさの方が大きい。父は、そんな作業員たちの話を黙って聞いている。いつもの鋭い眼差しで、けれど、今は戸惑いと驚きが混じっているのを感じた。まさか、北条が社長の息子だなんて、誰も思いませんでした。でも社長、俺たちはそれを知っても、北条さんの評価は変わりませんよ。田中さんがそう言うと、父は目を見開き、俺を一別してから彼に向き直った。どういう意味だ？身分を隠してたとか、そんなのどうでもいいんです。彼は普段から自分を偉く見せようなんてしなかったし、むしろ一番泥をかぶってくれる人でした。だからこそ、俺たちも遠慮なく頼れたし、現場を良くする方法を一緒に考えられたんです。田中さんの言葉に、周囲の作業員たちが口々に賛同を示す。彼がやってくれたことの数々は、どれだけ感謝しても足りません。だからどうか、北条さんを、蓮さんを分かってやってください。自分の名前を呼ばれ、思わず胸が熱くなる。あちこちから、そうだ、北条くんは恩人だ。作業員思いだよ。家族の立場とか関係ない、といった声が飛び交う。父は、静かに視線を落とし、小さく息をついた。その表情は、今まで見たことのないくらい困惑しているようにも、感慨深げにも見える。お前が現場でそこまで慕われていたとはな。父がそう漏らした後、再び俺に向かって目を上げる。医者になると言い出した時も、お前は自分が信じる道を選んだ。今度は現場に潜り込んで、会社の問題点を探る。そこまでしか考えていなかったんだが、どうやら私の想像を超えているようだ。お前はすでに、現場でしっかり仲間を得ている。まっすぐ見つめられると、俺は一瞬言葉に詰まる。けれど、父の動きは、初めて感じるほど穏やかだった。父さん、俺は、数字や書類だけじゃわからないリアルを知りたかったんだ。建設現場で何が起こってるのか、どんな危険や苦労があるのか、そもそもどうすれば会社が、そして社員が幸せになれるのか、それを確かめるにはやっぱり自分で足を踏み入れるしかなかった。俺がそう言うと、周りの作業員たちが小さく拍手をくれる。彼らの後押しを背中に感じながら、俺は父の目をまっすぐに見返した。父は一度うなずき、そして少しだけ苦い笑みを漏らす。わかった。お前の思い、そしてここにいる皆さんの証言を聞いて、
ようやくお前がやろうとしたことを理解できた気がする。偉そうに家業を継げだの、医者なんてやめろだの言っていたが、結局私こそ会社の上っ面しか見ていなかったのかもしれないな。その言葉に作業員たちは驚いた顔をして、しかしどこか安堵の表情を浮かべている。田中さんも胸に手を当てるようにして一息ついたようだ。父さん。俺が声をかけると、父は目を閉じて短く息を整え、それから再び口を開いた。よし、赤嶺部長の件も含め、私が責任を持って調査し、必要なら厳しい処分を下す。危険な指示を平気で出すような管理職は会社にとって害悪でしかないからな。そしてこれから私も改めて現場の意見を聞きたい。お前と一緒に、いや、この仲間たちと一緒に会社を作り直そう。そこにはいつもの頑固な社長というよりも、一人の人間としての父の姿があった。彼の瞳はどこか決意を帯び、そして少しだけ申し訳なさそうでもある。周りから大きな拍手が湧き起こる。やったぞ、北条さん。これで赤嶺部長ももう好き勝手はできない。社長、お願いしますよ。作業員たちは一気にざわめきながら、晴れ晴れとした表情で口々に感想を言い合っている。俺はその中心でようやく肩の力を抜く。長かった。父とのわだかまりも、会社の内側に渦巻く問題も、これでやっと解決へ向かう一歩が踏み出せる。ふと横を見ると、父が不器用ながらも、どこか誇らしげに見える笑みをこちらに向けていた。社長、いや、北条社長、本当にありがとうございます。蓮さんがいてくれて助かった分、これからは俺たちも社長に直接意見を伝えやすくなります。田中さんがそう言うと、父は少し罰が悪そうにうなずく。ああ、そうしてくれ。会社のために声を上げてくれる社員を、これからは私も大切に扱う。まさか息子がこんな形で教えてくれるとはな。そうつぶやく父の声は、はっきりと温かみがこもっていた。まるで玄関の地面に春が訪れ、雪が溶け始めるように。長い間、閉ざされていた壁がゆっくり崩れていくのを感じる。作業員たちが社長万歳と冗談めかして声を上げたり、手を振って笑い合う様子を見ながら、俺は深く息をついた。これまでの苦労が報われたと思うと同時に、まだ道半ばだという実感もある。だが今は最高の仲間たちと、そして少し変わりつつある父の姿に、心からの感謝を感じていた。父さんありがとう。ここから一緒に頑張ろう。そう言うと、父は少しだけ照れたように目をそらしながらも、ゆっくりとうなずいてくれた。その姿を見届けた俺は、改めて深く息を吸い、覚悟を決める。俺はポケットから小さなノートを取り出した。日々の観察や社員たちとの会話を記録したものだ。桜建設には素晴らしい技術者と誇りを持って働く社員がいます。でも同時に安全より好機を、人より利益を優先する風潮も存在している。俺は具体的な事例を挙げていった。不安定な足場での作業を強いられる現場。必要な安全器具が予算削減のために配備されない状況。そして問題を指摘すると評価が下がるという恐怖。父の表情は徐々に厳しさを増していった。そして最も深刻なのが赤嶺部長が関与している事例です。俺は赤嶺部長の問題行動について詳細に説明した。アキさんへの私的な接触、危険な現場での無理な指示、そして労災を隠蔽するための圧力、証拠があります。俺は別のファイルを取り出した。ここ数週間、田中さんをはじめとする社員たちの協力で集めた証言調書と証拠写真だった。過去3年間で赤嶺部長が担当した現場では4件の重大事故が発生しています。どれも安全対策の不備と無理なスケジュールが原因でした。写真を見せながら説明する。不完全な足場、安全基準を満たさない設備、そしてそれを指摘した社員への報復を示す評価表のコピー。父は一枚一枚の資料に目を通し、表情を固くしていった。この写真は一昨年の御堂町プロジェクトです。同様の事故が起きているにもかかわらず、安全対策は取られませんでした。父はその写真を長く見つめていた。そのプロジェクトで父は赤嶺を高く評価し、昇進させていたのだ。そして、これが先日の真柴さんへの指示内容です。明らかに安全基準を無視した指示にもかかわらず、彼女個人の責任にしようとしていました。説明を終えると、周囲は静まり返った。長い沈黙の後、父が口を開く。
よく調べてくれた。父の声は落ち着いていたが、その奥には怒りが見えた。私はこの会社の社長として、こんな事態を見過ごしてきた責任がある。今日から改めて、安全を第一とする会社にする。父は立ち上がり、現場の社員たちに向き直った。皆さんには迷惑をかけた。今まで声を上げられなかった問題や改善点があれば、今日から遠慮なく言ってほしい。その言葉に、社員たちの表情が変わった。不安と緊張が少しずつ希望に変わっていく。父は俺の肩に手を置き、みんなの前で言った。お前がこの会社に来てくれてよかった。誇りに思う。そっか、ありがとう。俺の言葉に、父は照れくさそうにうなずいた。父と向き合った翌日、本社の大会議室に役員や部長級の管理職が集まり、緊張感が漂っていた。中央のテーブルには、青ざめた顔でうつむく赤峰部長。父が議長を務め、俺も特別委員として参加する査問委員会が始まる。赤峰部長、今回集めた証拠と証言について、あなたの見解を聞こう。父が低く問うと、赤峰は消え入りそうな声で言い訳を始める。会社のために、納期を守るために必要な判断だったと。しかし、父は厳しい表情で言葉を遮る。社員を危険にさらすのが会社のためになるのか。赤峰はうろたえ、言葉に詰まる。俺は冷静に手元の書類を示した。一昨年の足場崩落、昨年の作業員負傷。どれも安全を無視したあなたの指示が原因。事故後は部下に責任を押し付けていましたね。法務部長が淡々と付け加える。これは、労働安全衛生法違反の疑いがあり、刑事責任を問われる可能性もあります。赤峰の顔から血の気が引く。真柴社員への嫌がらせも複数の証言で裏付けられています。人事部長が冷ややかに続けた。静まり返る会議室で父が断言する。赤峰部長、あなたの行為は重大な違反です。今日をもって懲戒解雇とします。恐怖と驚きが混ざった顔で赤峰が懇願する。社長、15年間会社のために働いてきた私を、どうかお考え直しを。だが、父は首を横に振った。あなたが守ろうとしたのは自分の評価だけだ。桜建設の理念に反しています。さらに、法務部長も畳みかける。被害者への補償や当局への報告もしかるべく行います。赤峰は深くうなだれた。長年の悪行が明るみに出て、ここに裁きが下されたのだ。査問会の後、俺は父と二人で病院に向かった。アキさんに直接報告するためだ。病室に入ると、アキさんはベッドに座り、窓の外を見ていた。以前より顔色が良くなっていて、少し安心した。アキさん。俺の声に彼女は振り向いた。そして、俺の隣にいる父親を見て、驚きの表情を浮かべた。社長。父は静かにアキさんのベッドに近づき、深く頭を下げた。真柴さん、この度はご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。その言葉に、アキさんは戸惑った表情を見せた。会社を代表して心からお詫び申し上げます。赤峰部長の行為は許されないものであり、彼はすでに懲戒解雇としました。父の誠実な謝罪に、アキさんの目に涙が浮かんだ。そして、あなたの怪我は正当な労災として認定されました。父は書類の入った封筒を取り出し、アキさんに手渡した。これは正式な労災認定書です。治療費、リハビリ費用、そして休業保障もすべて会社が責任を持って対応します。アキさんは震える手で封筒を受け取った。彼女の肩からは重い荷物が降りていくようだった。本当にありがとうございます。彼女の声は震えていた。不安と緊張から解放された安堵の涙だ。父は微笑み、そして俺を見た。これからのことは息子が詳しく説明するでしょう。彼を信頼してください。そう言って、父は静かに病室を後にした。俺とアキさんだけが残された空間で、彼女は驚いた表情を浮かべた。北条さん、社長のご子息だったなんて。俺は少し照れくさく笑った。驚かせてすみません。でもこれが本当の俺なんです。アキさんは柔らかな笑顔を見せた。医師でもあり、社長の息子でもあり、北条さんは不思議な人ですね。その言葉に、俺は真剣な表情で答えた。アキさん、これからのことを話していいですか？俺は椅子に腰掛け、アキさんの容体と回復の見通しについて、医師としての視点で説明した。
頭部外傷は時間をかけて回復していく。幸いにも重篤な後遺症は免れたが、一定期間のリハビリは必要だという。右腕の骨折も完治には数ヶ月かかる。大変ですね。アキさんは少し沈んだ表情を見せた。俺は彼女の手を優しく取った。でも一人じゃありません。俺がずっとサポートしますから。その言葉にアキさんの目が輝いた。会社も変わります。あなたが戻ってくる頃には全く違う職場になっているはずだ。俺は会社の今後の計画を説明した。安全管理体制の抜本的な改革。現場の声を直接経営陣に届ける仕組みの構築。そして何より社員の安全を第一とする企業文化の醸成。楽しみです。アキさんの声には希望が溢れていた。そしてこれまでの実績から評価が見直された結果、あなたの設計部門への移動も正式に決まりました。回復したらあなたの夢を叶えましょう。その言葉にアキさんの表情が明るく輝いた。本当ですか？はい。アキさんの目に涙が浮かんだ。それは喜びの涙だった。ありがとうございます、北条さん。それから数週間、アキさんのリハビリは着実に進んでいった。最初は手足の動きもぎこちなく、記憶の一部にも混乱があったが、日々改善していった。俺は連日、彼女の回復をサポートした。病院の治療方針にも積極的に関わり、リハビリプログラムの調整にも携わった。一方、会社では大きな変革が始まっていた。父と共に安全管理体制の全面的な見直しを行い、各現場に安全監督官を配置した。現場の声を直接経営陣に届ける。安全改善提案制度も導入され、多くの社員から積極的な提案が寄せられるようになった。田中さんをはじめとする現場監督たちも、この変革に全面的に協力してくれた。北条さんの言う通り、現場が安全であってこそ、いい仕事ができるんだ。彼らの言葉に、俺は大きな手応えを感じていた。アキさんの入院から3ヶ月が経ったある日、俺は、あるニュースを持って病室を訪れた。俺は、ポケットから1枚の図面を取り出す。これは、新しい本社ビルの設計コンペの案内です。アキさんが復帰したら、このプロジェクトに参加してほしいんです。アキさんは信じられないという表情で図面を見つめた。でも、私はまだ経験が。大丈夫。あなたの才能も知識もみんな知っています。それに、これは単なる建物じゃありません。社員の安全と健康を第一に考えた新しい桜建設の象徴なんです。アキさんの目に光が宿った。彼女の夢が現実になろうとしていた。それから数ヶ月後、アキさんは無事に会社に復帰し、設計部門でバリバリ働いている。事故の影響は残るものの、それ以上に彼女の熱意は大きく、設計案を練る姿はまるで別人のように自信に満ちていた。でも、まだちょっと右腕が痛むんですよね。仕事帰り、彼女は苦笑しながらそうこぼす。無理しないで。立ち上がるときは、声かけてくれれば手を貸すから。ありがとう。でも、あなたに甘えてばかりじゃ成長しないから。もともと持っていた彼女の負けん気に俺は何度も驚かされる。そんな彼女の働く姿を見ていると、こちらまでやる気が湧いてくるから不思議だ。あれから俺たちは恋人同士になった。事故を経てお互いを知る中で、自然と絆が深まったのだと思う。社内でも噂になっているらしく、後輩から、二人ともお似合いですよなどと冷やかされることも増えた。今日も夜遅くまで資料をチェックしていたら、彼女がすっと横に立った。お疲れ様。そろそろ帰る？うん、そうだな。父が彼女を早く連れてこいってうるさいんだよ。じゃあ、今週末予定開けてみようかな。彼女が笑うと、事故以前の明るさが一気に蘇ったように感じる。思えば、あの頃は家庭の事情で働き詰めだった彼女も、今では笑顔で未来を語れるようになった。父も会社も少しずつ人を大切にする方向へ変わり始めている。利益だけを追い求めれば、一時的には成果が出るかもしれない。しかし、危険や不満を見過ごしたままでは、いずれ組織も人も壊れてしまう。命や安全、そして人々の生活を優先することが、結局は会社を強くし、建物をより豊かな存在にする。遠くに広がる夜空には、星が瞬き始めていた。俺たちは静かに手をつなぎ、会社で明日の夢を、そして二人の未来を見据えながら少しだけ笑みを交わし合った。